ご視聴ありがとうございます。今回は都心の地下で密かに進む大プロジェクトのご紹介です。開業から50年近くになる区間の課題とそれを解決する工事に迫ります。続発したトラブルと工事の意外なポイントにも注目です。今回の内容がこちら。チャプターも参考にしてください。渋谷駅を出て東急田園都市線の下り列車で西へ向かいます。この路線は全長 31.5 キロで、そのうち渋谷駅から二子玉川駅の手前まで9キロほど地下を走ります。この地下区間の途中には5つの中間駅があります。最初の池尻大橋と次の三軒茶屋は、ホームが上下線を挟む2面2線、相対式と呼ばれる構造です。3駅目が駒沢大学。駅名の由来は南西500メートルにある大学ですが、大学は沢の字が旧字体なのに対し、駅名は新字体です。この駅の出口は右側です。この駅は上下線の間にホームがある構造で、池尻大橋、三軒茶屋の両駅とは違います。ドアが開いてすぐ、照明が暗いのがわかります。ホームはこの状況です。壁面には、田園都市線のラインカラーに似た色のタイルで模様がついています。一方、柱と天井の仕上げパネルは外されており、天井の中身が丸見えで、ネットでガードされています。一方、ホームドアの上あたりには真新しい部材があり、ここだけ他と違います。側壁にも部分的に仮囲いがあり、ホームの幅が狭くなっています。また、暗くて見づらいですが、トンネル壁面にもパネルなどはなく、パネルを据え付けるための部材だけが続いています。柱の駅名板もテープで巻かれているだけで、工事中の雰囲気が漂いますが、ところどころ綺麗な部分もあり、なんだか不思議な感じです。そしてこの駅、上下線のホームは中央だけで繋がっており、全体では H 型に近い形状です。下り急行列車が通過です。この列車の速度は時速60キロほどとあまり速くないですが、ホームが狭いため強い風が吹き荒れます。なお、この駅の前後は単線シールドトンネルになっています。これは先端にカッターのついた円筒型の機械で地中を掘り、内側からコンクリートブロックを当ててトンネルを仕立てるものです。地下深い場所で用いられる工法で、地上への影響を極力減らせるメリットがありますが、特に単線分のシールドトンネルの場合、風が強くなるのが欠点です。一方、駅部分は地上から掘り下げる開削工法で作られているため、ホームの端にはシールドマシンの発進到着のための穴があります。ここは地上から掘り下げられており、他よりサイズが大きいので見分けがつきやすいです。奥には空調設備も見えますね。改札階につながる階段エスカレーターなどの向かいには年季の入った看板が。この辺りはまだ手つかずのようです。改札階に上がります。エスカレーターとエレベーターは後付けで、元は幅いっぱいに階段がありました。この反対側には階段だけの動線がまだ残っています。改札階も工事中ですが、側壁や床面はそのままです。改札機は2カ所に分かれており、左手の階段を挟んださらに左に残りの機械があります。そして右手の改札を出た右横には目新しい券売機が。これは去年8月に改札窓口と共に移動したもので、元はこの辺りにありました。この張り紙には、駒沢大学駅リニューアル工事の文字が。ただし進んでいる工事の実態は、それよりはるかに大きいです。現在、田園都市線の渋谷二子玉川間の途中駅、池尻大橋、三軒茶屋、駒沢大学、桜新町、用賀の5駅では、大規模なリニューアルプロジェクトが進んでいます。これはグリーンアンダーグラウンドと呼ばれ、専用サイトがあるほか、駅ごとにイメージ写真も用意されるなど、東急も力を入れているのがわかります。一方、これら5駅を含む区間が開業したのは、1977年。今から47年も前です。当時この区間は、新玉川線という名称でした。田園都市線ではないのは、当時今の大井町線を含む区間が田園都市線と呼ばれていたからです。地上には玉川線という路面電車が走っており、これに代わる存在でもあったため、新玉川線という名称になりました。最初の計画では、渋谷駅から地下鉄銀座線に直通する予定でしたが、銀座線の車両は小型でとても需要をさばけないことから、半蔵門線の建設と合わせ、そちらに直通する計画に変更されました。南回りルートも計画され、
高架線と地下の複合型も検討されるなど、2転3転した計画の詳細は、また別の動画です。79年には、田園都市線の列車が新玉川線経由で半蔵門線に直通するようになるとともに、田園都市線の一部区間が大井町線になりました。2000年にも路線名が再編され、新玉川線は田園都市線に吸収されています。当時建設には多くの苦労があり、一部の区間では高速道路の建設と勝ち合ったことから、一体的に建設する必要がある場所が先行して作られました。池尻大橋や三軒茶屋の周りでは、インターチェンジや立体交差の関係で橋脚が横に複数並び、それらは地下でトンネルと一体化しています。相対式の駅では、線路の間に比較的細い柱が並ぶのが普通ですが、荷重を支えるため、部分的に壁が続いています。一方、駒沢大学駅の周りにはそれらの施設がないこともあり、橋脚は1本だけです。トンネルは橋脚を避けて作られたため、改札周辺以外では上下線のホームが分離され、H 型になったというわけです。また、駒沢大学駅の前後がシールドトンネルなのは、限られた施工空間で地上への影響を抑えつつ、鉄道のトンネルだけを掘るためです。場所によって異なる工法が用いられたこの区間ですが、各駅には共通した理念があります。それが建設費と維持費の両方を抑えるため、極力簡素な施設にすることです。ホームの幅は駅ごとにほぼ一定で、各駅の改札は1箇所のみ。歩道に置かれた出入り口もあり、コストが抑えられました。なお、トンネル自体も極力浅い場所に掘られ、コスト削減が強く意識されています。結果的に各駅はデザインが似たため、区別するためにステーションカラーが定められました。建設当時の資料によれば、池尻大橋が柿色、三軒茶屋がレモン色、駒沢大学が若葉色、桜新町は桜色、洋画が水色です。これらの色の呼び方に時代が感じられます。一方、架線は3本1組のタイプです。これはコンパウンドカテナリーと呼ばれ、振動に強く、列車が高速走行できるのがメリットです。直通先の半蔵門線では、架線が切れる心配のない合体架線が使われていますが、これだと最高時速が75キロに制限されるため、高速走行には不向きです。当時の新玉川線ではカーブや勾配も緩めに設計され、桜新町駅には追い越し線が設けられ、所要時間短縮に貢献しています。一方、各駅のシンプルな構造は、開業後に大きな問題になりました。駒沢大学駅では、元は階段向かって右だけに改札があり、左は準備スペースでしたが、将来のことを考えたスペースはそれほど多くなく、エレベーターを既存の動線に組み込めなかった駅もあり、専用の改札を設置して対応した例もあります。さらに、三軒茶屋駅には改札が2つありますが、このうち西改札が後付けです。各駅では、バリアフリー対応やトイレの更新、耐震補強など、部分的な改良は行われたものの、抜本的なリニューアルは手つかずでした。一方、開業後の40年余りで乗降者数はおよそ20万人増え、ラッシュ時の列車本数はおよそ 1.75 倍に増えました。急行列車に乗客が集中していたため、最混雑時間帯の急行列車をなくし、各駅に止まる列車だけにするなどの対応をとっています。各駅の乗降客数がこちら。三軒茶屋は渋谷と溝の口に次ぐ線内第3位で、他の駅も設備の割に多いです。車両は冷房搭載が当たり前になり、コンパクトな駅構内には車両の冷房装置から出た排熱が充満するなど、課題になっていました。抜本的なリニューアルのきっかけが、16年と17年に相次いだトラブルです。16年8月には信号設備が故障、17年6月にポイント付近で煙が出て、同月トンネル内で水が噴き出し、7月には信号ケーブルから煙が出ました。10月と11月には停電が起き、列車の運行に大きな支障が出ています。この2年間に東急で発生したトラブル13件のうち、実に6件がこの地下区間で起きており、長さが9キロもないことを踏まえると、異常とも言えるトラブルの多さでした。設備の老朽化が主な原因だったため、東急は緊急点検を実施。検査体制を見直してトラブルは収束したものの、ハード面の課題は残っていたため、大掛かりなリニューアルが決まりました。駒沢大学駅が最初に選ばれたのは、複数の理由があります。まず、東急が重視する三角形、プラチナトライアングルの真ん中にあること。東急が保有する建物などが地上にあり、工事がしやすいこと。各駅の設備の状況などから、
早めに着手する必要があったこと。駅の南にある駒沢オリンピック公園が地域資源になっていることなどが理由です。今回リニューアルされるのは、駅の中でも利用客への影響が大きい部分です。特に空調装置は重点項目で、吹き出し口をなるべく低くして空調効果を高めるとともに、ベンチと一体的な見た目にするなど、圧迫感を減らします。ホームの端にある白い垂れ壁で、トンネルの上部に溜まった暖かい空気がホームに流れ込むのを防ぎます。そして空調設備には、CBM という考え方が適用されます。これはコンディションベーストメンテナンスの略で、設備の状態を常に監視し、故障の兆候が見られた時点で修理や更新をする仕組みです。なお、プロジェクト名のグリーンアンダーグラウンドは、サステナブル、快適、クリーンなどのイメージから付けられたものです。廃棄物を減らすため、床材や壁面は元からあるものを再利用します。駒沢大学駅の工事は21年に始まり、24年夏の完成を目指しています。東口と一体化したこの建物は、77年の開業時に建てられたもので、耐震補強をした上で今年春にリニューアルされています。地上に生える大木をイメージし、外装には葉っぱを模した緑色の仕上げが使われています。既存の建物の再生や、旧多摩川線の敷石などを活用した取り組みが評価され、第68回鉄道建築協会賞作品部門で佳作を受賞しました。一方、道路の反対側にある西口ビルは、丸ごと建て替えられることになっています。市街地では、火災への対応から、鉄筋コンクリートや鉄骨造が採用されますが、最新技術の活用により、環境に優しい木造ビルとなる予定です。駅構内のトイレは先行して7月に出来上がっており、洗面台や個室が増えて使いやすくなっています。この辺りは壁面も改修されるらしく、ところどころ解体されています。なお、感染症の流行を経て、田園都市線は以前ほど混まなくなったため、駅全体の拡張は行われない予定です。田園都市線の地下区間では、日中1時間あたり、急行6本、準急3本、各駅停車6本の合計15本が運行されます。そのうち急行は三軒茶屋だけに止まるため、それ以外の駅に止まるのは1時間あたり9本だけです。乗降客数の割にはやや少なく、ホームが混むこともあります。そしてこのプロジェクト、次なる展開があります。それが、2駅隣の桜新町駅です。この駅のホームでは改修は始まっていませんが、ところどころ雨漏りが見られ、シートとホースで押さえているところもあります。幅の狭い道路の下に追い越し線を含む設備を収めるため、ホームが上下2層に分かれている一方、駅構内は他の駅と似たシンプルな構成で、改札も1箇所だけです。エレベーターを既存の空間に後付けしたため、改札正面の動線が思いっきり狭くなっています。そして改札周辺で、すでに改修工事が進んでいます。この駅の工事は去年5月に着工し、まずは天井の仕上げパネルが外されています。リニューアルコンセプトは、水ザチェリーブロッサム。ステーションカラーである桜色のタイルを活かし、駅周辺の風景や人々の暮らしに寄り添う空間になる予定です。ホーム階には桜並木をイメージしたアーチ状の壁面を新設し、木材のカウンターやベンチを設置し、桜の木の下に人が佇むような居場所を創出するそうです。工期は駒沢大学駅と同じく3年ほど見込まれており、2026年夏の完成予定です。この5駅の完成が待ち遠しいですね。ご視聴ありがとうございました。